アンニョンパクンです。韓国といえば、やっぱり K-POP ですよね。BTS、ブラックピンク、ニュージーンス、セブンチーン。でも、実は韓国で K-POP をわざわざ聞く若者は意外と少ないんです。国民的コンテンツじゃないの？そう思ったあなたにこそぜひ聞いてほしい話があります。なぜ韓国で K-POP の人気は思ったほどないのか、理由は3つあると思っています。1つ目、わざと聞かなくても聞かされるから。2つ目、音楽としての一貫性が少ないから。3つ目、アイドルより芸能人として愛されているから。この動画を見ると、日本と韓国でなぜ K-POP の受け止め方が真逆なのかが見えてきます。まず一つ目、聞いてないのに耳から離れない K-POP ということです。韓国にいるとね、K-POP って自分で再生ボタンを押す前にもう流れてるんです。例えば、ソウル本での午後3時、大学の授業帰りにゴンチャで黒糖ミルクティーを買って、マスク半分ずらして一口吸う。その瞬間、隣の服屋からニュージーンスの ETA がガンガン流れてくる。耳の奥で Watch your ETA が勝手に踊り始める。夜9時、本屋で参考書を選んでたら、スピーカーからはルセラヒムのアンティフラジルが優しく流れてきて、アンティ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 フラジルってつぶやいてる自分に気づく。別にファンじゃないのに歌詞が染みてる。不思議なんじゃないですか。でも、これが韓国の日常なんですよ。ミョンドンの地下街とか、本で入り口の地下鉄改札前とか、ハンガンのピクニックエリアで貸し出される Bluetooth スピーカーとか、どこにいても K-POP は風みたいに耳をかすめてくる。だからわざわざ聞かなくても、Spotify で探さなくても、もう知ってるんです。みんな。これ、日本ではなかなかない現象ですよね。最近だと、ミセスグリーンアップルさんが近いかもしれません。でも K-POP はないと思うんですよ。渋谷のスクランブル交差点を歩いても、横浜の中華街を歩いても、道で K-POP の歌が自然に流れてくることで、実はそんなにないじゃないですか。だからこそ、日本のファンは自分で見つけて、自分でハマって、自分で応援する、いわゆるオタク的な愛し方ですよね。深い、重い、熱いオタクって感じです。なんか悪い意味での話ではないんですよ。で、一方、韓国では街に流れてるから、なんとなく好き、たまたま耳に残ったっていう人が多いです。もちろん、勝ちのファンもいます。でも、それ以上にみんながなんとなく知ってる状態が当たり前。K-POP は日本のミセスグリーンアップルのようなアーティストというより空気に近いんですよね。例えるなら、ソウルの地下鉄2号線の混雑みたいに、ピリ辛のキムチチゲの香りみたいに、チムジンバンで肌にまとわりつくしつけみたいに、気づけばそばにいて知らぬ間に心に染みている。好きって言ってないけど、サビが口ずさめる。なんか認識してしまってる。これが韓国で K-POP がガチファンは少ないけど広まっている理由です。不思議でしょ？でも、それが現地のリアルなんです。二つ目の話はですね、同じグループでも人気曲がバラバラな理由があると僕は思っています。韓国で K-POP を見てるとね、このグループなんでこの曲だけバズったのと思うことがしばしばあるかもしれません。例えば、ルセラフィムのイブ・プシュケとか、エンミックスの Love Me Like This とか、こういう有名な歌、最初めっちゃ広がりますが、その後の出てくる音楽、何がビッグヒットしたっけって言われたら、一つ、二つぐらいまでは出せるかもしれないですが、それは全体通して言える人は少ないかもしれません。もちろん、どれも爆発的にバズりましたし、そのグループたちはその後も大成功していますが、そのグループの音楽ってどんな感じで人々で表現できるのって聞かれたら答えられない場合が多いんですよね。あの曲の子たちでしょって言われても、名前は覚えられてなかったりとかもする場合があります。なぜかそれは韓国では曲そのものが独立して評価されるイメージがあります。アイドルは音楽をバンバン出すアーティストというより実演家に近いイメージがあるかもしれないですね。つまりこの人が好きの場合は多いですが、この曲、このグループの曲のスタイルが好きってなる場合は割と少ないかもしれません。グループ愛があって、そこからコンテンツが出てくるようなイメージかもしれないですね。たこ焼き屋で8個入り500円で看板見て買ったけど、そのお店の名前は覚えてない。もしくは
たこ焼き以外のメニューが思い出せない。どこの店だっけ？他に何が美味しいんだっけ？みたいな感じになるイメージですね。というのも、韓国では曲ごとにプロデューサーが変わることが多いんですよね。同じグループ、例えばルセラヒムさんの中でも、アンティフラジャイルとか、フィアレスだったりとか、別のプロデューサーさんがやってる場合があるんです。違う世界観とか違うサウンドも出てきますよね。そしてもう一つ、最近は SNS のアルゴリズムが極単位で回ってるから、流行るのはグループじゃなくて短編になる場合もあります。TikTok で振りだけ、30秒ぐらいだけ切り取られてバズる。YouTube ショーツでワンフレーズだけ爆伸びする。Instagram リールズでカフェ動画の BGM に使われて知らずに覚えてる。だからこそ消費されるのも早い。一瞬の熱狂がありますが、次の週には別の曲が爆伸びしてるんですよね。人気があっても定着しにくい。まるで紙コップに注がれた炭酸ソーダみたいに、ジュワッと弾けてすぐに消えてしまう。グループの物語よりも曲の演出が評価されるかもしれないですね。気軽に聴けてすぐ覚えてすぐ消費される。その分、グループ全体としての色はなくなっていくっていうのがあるかもしれません。3番目の話はですね、K-POP は音楽じゃなくて人間に愛せれる場合がよくあるという話です。韓国では最近 K-POP を音楽として楽しんでいる人ももちろんいますが、どちらかというと、その子のキャラが好きだから見ている人も多くなってきたんじゃないかなというふうに思っています。例えば、IVE というグループのアン・ユージンさん、デビューしたばかりの頃は正直ただアイドルグループの一人にしか見られなかったかもしれません。でも今やYouTuber との飲み会でほろ酔いした天然ぶりを見て、それが再生回数が数百万まで伸びて、可愛いって話題になったりとかするんです。つまり、この曲が好きじゃなくて、この人の人柄が好きで見てる人も多くなってきました。しかも、この人柄ってやつ、めっちゃ届く距離にいるんです。韓国の芸能ってものすごく近くてですね、YouTube を開けば出てくる。ショーツ動画に見てたら出てくる。インスタにも TikTok にも同じアイドルが別の場面で別のバズり方をしていて、もうどんどん出てくるんですよね。メンバー同士の楽屋トークだったりとか、もう車の中でも撮っていたりとか、舞台裏のビハインドとかも撮っていたりとか、そんな小さいネタの集合体で愛着が生まれていく。音楽は入り口じゃなくてきっかけになって、その後のキャラや人間味でファンになる。そして推し活が始まるっていうことですね。これってちょっと昔の乃木坂ってどこという番組に似ていますよね。曲より先に秋元真夏さん天然すぎとか、西野七瀬さん落ち着いていて可愛い。そんな人から推しが先行して気づいたら握手会に行ってるような流れかもしれません。K-POP は今まさにそれなんですね。だから音楽単体で語ると、なんでこんなに人気なのってなる。でも芸能コンテンツとして見れば納得できるぐらい人間としての魅力で成り立ってるんですね。そして韓国の芸能界はそれを後押しするように設計されている。つまり K-POP はもう音楽ジャンルではなく、交互芸能エンタメになってきているんですね。耳だけじゃなくて、目と心と、そして生活の中に人間として入り込んできます。それが今の韓国では K-POP アイドルではなく、芸能人もやる総合エンタメとして愛されている理由です。最後、今日伝えたかったことをお話しさせてください。実はこの動画、K-POP そのものもありますが、それだけ語りたかったものじゃないんですね。本当に伝えたかったのは、日本で考えられている韓国文化というものが、実は韓国では違ったりするよということです。日本で K-POP がガチファンの方々に愛されている一方で、韓国では生活に溶け込んでいるあの人たちって感じ。同じ K-POP を見てても、こんなに見え方、考え方が違うんです。この違いに触れたとき、文化って奥深いなって心から思いました。このチャンネルではですね、そうした日韓のギャップやリアルな感覚を韓国から日本に来た留学生の僕が等身大で、でも全力でドラマチックでお届けしております。もしよければチャンネル登録していてください。以上、パクでした。アニョー